強い重力エネルギーは空間と時間を歪ませるので、これまさに今ブラックホールができようとしています。アルマジロとかアレイとかいろいろ効率的な XP ファーム、石食いポーション使って開発されてますけど、アレイとかアルマジロとか連れてくんのめんどくさいなっていう人のために、無限に供給可能なモブを媒体とした XP ファームを作ってみようということで選ばれたのがアイアンゴーレムさんです。ゴーレムトラップさえあればいつでも何体でも供給できる。まあ簡単に作っていきましょうかね。既存のゴーレムトラップを利用していただいて構わないんですけども、世界のゴーレムトラップの大半はこういう形になってると思うんですよね。大体こういうね、オーソドックスな形ね。基礎で処理するやつとかは知りませんけど、外に引っ張り出してとか、真ん中から下に引っ張り出して、マグマで処理するみたいなタイプって大体こうなってるので、ここからスタートします。まず、ホッパーを、こうね、横に引き出す。そして、マグマはディスペンサーでオンオフできるようにしておくと。さらにディスペンサーで虫食いポーションを吐き出せるようにしておく。でさらにでオンの状態でピストンが閉じてる感じだからこうですね。でディスペンサーの後ろを回してこうで、ディスペンサーはオフ信号で吐き出したいので、反転させたい。こう。で、こう。そして、信号はブロックにぶっ刺して、トーチで反転してディスペンサー行って、で、こっちから、これで、そうそうそう。リピーターで取り出す。こうですね。こうすると、押した時にポーションを吐き出しつつ床が開く、ここまでが第一段階です。こう高さは別に何ブロックでもいいんですけど、この辺にしときましょうか。この4ブロックが落ちてくる位置したら、この一角をマグマにして残りは取っ払います。で、ゴーレム身長3なので3ブロック目のところにゴーレムを閉じ込めるための 2×2 の、穴を開けとくと。こうですね。こうですね。こうですね。で、あとは処理をどうするかなんですけど、こんな感じかな。こんな感じで、シルバーフィッシュが出てきたやつを外に逃がさないための、こう壁。4×4 でいいですね。真ん中にゴーレムが立つ2ブロック 2×2 が来るようにして、でちょっと見えやすいようにこの辺からガラスにしときましょうか。こうですね。で処理はちょっとね、あんまスピードの速いトライデントキラーの方式を私知らないので、なんともなんですけど、これ好きな形でアレンジしていただいて構わないんですけど、この4つにこう段違いで1個入れていただき、こうですね。こういう感じでピストンをこうですね。で、クロック回路を、1、2、3かな、3以上離せば機能する感じのコンパレータークロック回路でいい感じですね。そしたら、後でここにトライデント投げるんですけど、その前に水を張ります。これね、トライデントの反対側でこう下に1ブロック潜り込む感じで、さらに経験値をどっかしらから吸わないといけないので、ここを下1個フェンスで上ガラスで、ここ掘って多分この辺にいると吸えると思います。でさらにこれ何本ずつ投げるのがいいのか
ちゃんと検証したことはありませんが、適当に3本4本ずつ入れて、完成です。はい。なんで普通のゴーレムトラップの、出口がここにあったとしたら、下掘り下げて作っていただくような形で、これこんなに高さ開けなくてもゴーレムの頭がホッパーより下に来ればいいので、近づけて作るなら高さ3開けて、ここにマグマかなから基本的に設計しても大丈夫です。普通こうですよね。落ちてきたらこんな感じで処理される。だけど、はい。経験値欲しいなと思ったら、マグマ止めておきます。そしてゴーレムさん降ってきたってなったら、これを押すと装置がスタートします。いきます。こんな感じですね。ポーション食らって落ちてきたゴーレムさんがマグマの上でダメージを受けると。で、そこからこいつらがね生まれます。で、自分はトライデントキラーを作動させてこの辺で待っていればいいと。一応ちょっと様子を見るために一旦上行きますけど、一応測ったんですけど、マグマと、焚き火とあとなんだっけダメージ床は基本同じぐらいの時間で死ぬので、どれでもいいと思います。そう、サボテンで、大体こう100体ちょっと100体前後シルバーフィッシュを生んでゴーレムはなくなると。で、あとはこれ処理して経験値を食べればいいと。こんな感じでね。で、一応検証の結果では、関係なく死んでるやつもいると思うので、あとコマンドがかなりのハイペースで生まれるシルバーフィッシュを 100% カウントできてるかどうかわからないんですけど、この環境で200体前後のシルバーフィッシュが生まれて経験値を吸収すると、レベルは0からだいたい30ぐらいになります。なのでゴーレム2体で、大体20人村だと上限2体なので、2体溜まったら作動するってやるとそんな感じになるということで、ちょっと経験値0に戻してゴーレム2体で作動させてみましょう。じゃあ行きましょうか。これで、ちょっとスイッチ上に作っちゃったからあれですけど、レベル0からスタートして、ゴーレムは2体でカウントもリセットしました。レッツゴー。で、サバイバルで経験値もらうと。はい、183体シルバーフィッシュがスポーンして、レベルちょうど30ですね。いいでしょうこれ。これちょっと下のあれはね、ホッパー敷くなりしてちょっと適当に鉄は回収してもらうとして、大体こんな感じ。これは20人村ならゴーレムは絶対2体しかたまらないし、スイッチをした後閉まるので、こいつが死んだ後はここでちゃんと止まるので、またマグマを流してもらえばいつも通りまた使える。で、さらに大体200体ぐらいしか湧かないので安全です。で、あとはちょっとトライデントキラーのもっと速いやつとかがあれば、知ってる人がいれば全然使ってもらっていいんですけど、処理方法だけ改善するとペースは上がると思います。処理のペースはね。でですよ、こっからです。こっからは限界突破していこうと思うんですけど、これ今処理してから下にシルバーフィッシュを落としてました。じゃあこれ何かと言いますと、マグマの周り泥にしてます。これなんでかっていうと、これ高さの判定の違いで、これが普通のブロックだったりすると、ゴーレム意外とこっちの 2×2 の中でも比重がこっちにあってダメージ受けないとかがあるので、フラットな床なんだけど確実にゴーレムにダメージ与えるために4分の3を泥にしてます。ただそれだけ。これはそれだけ。で、周りの床の高さも揃えて、シルバーフィッシュを下に落とさない。同じ高さに居座ってもらう。で、どうなるか実験してみましょう。これ高さとかちょっと違いますけど、基本同じものです。レッツゴー。じゃあ早くも100を突破しました。もうここから加速度的に増えます。やばい増えますこれ。もうこれどんどんもう処理も遅くなっていき、もう正常なスピードではなくなっていく。
300超えましたね。これどこまで行くかっていうと、まあ見てれば分かるんですけど頑丈な不透過ブロックをすり抜けてシルバーフィッシュが弾かれていきます。もうフレームレートは30を切りました。これ何かっていうと、シルバーフィッシュを同じ高さに留めておくと、シルバーフィッシュの攻撃でさらにシルバーフィッシュが生まれるっていう、アホみたいな相乗効果が発生するんですよ。なので、さっきみたいにシルバーフィッシュ下に落とさずに同じ高さに閉じ込めておく。それだけでこんな感じになります。もうこっから先はもう時空が歪んでいるので、もう多分コマンドの実行スピードがもう処理落ちで噛み合ってないので、これ実はもっといるはずですね。400、500レベルじゃないはず。数千いるはずですけど、もうこんな感じに。ちょっとゴーレムが死なないことにはスポーンが止まらないので、このまま置いていきましょう。で、一見効率的に見えますけど、こんだけ貯めてから処理するっていうのが単純に処理的に大変なので、ゲームの処理的に大変なので、まあこうならない方法をうまいこと探していこうという話なんですけどね。一晩中これやってた。昨日。もうこんな感じね。もうこんな感じでも。疲れ果ててるわ。まあそもそもこんな状況にしてはいけないんですけど、一応ね、漏れを防ぐ方法はあるんですよ。これ他のシルバーフィッシュトラップ系でもやられてることなのかもしれないね。これ例えばまあちょっとどのぐらいがキャパなのか分かんないから四隅に作りますけど、上昇水流1ブロック分を4つ作ります。これブロックなりなんなりで上蓋して閉じ込めた方が良かった気がしたよ。もうここにいて上には逃げれない。下は水流で押し上げられてるみたいな状況。これでいってみましょう。400超えたあたりでだいたいはみ出すんですけど、多分もうちょっと耐えるんじゃないかな。まあ最悪ワールド抜けてピースフルにすればいいんですけど、ほら400超えてるけど、カウントで400超えてるけどはみ出してないでしょ。だから多分ぎゅうぎゅうになってもう密度的にスペースがねえみたいな、空間密度的にスペースがねえみたいな感じになってはみ出すと思うんですけど、一応水流の下には水流で押し上げられて誰も入れないけどスペースが1ブロックあるっていう判定なのかなって勝手に思ってます。だから密度が空いた空間が隣接してる状態、常に。で、まあ、話を戻しますとたどり着いたのが程よくキルする。この中に貯めれば貯めるほど相乗効果で増えていくんですけど、増えすぎると処理が追っつかなくてゲームが大変なことになるので、程よく処理して程よく貯めながらいい感じのバランスを探るということで、まあ、ちょっとこんな感じにしましてね、何が違うのかと言いますと、さっきの一番最初2体200体でちょうどレベル30になったこの推奨バージョン、推奨バージョンのマグマとシルバーフィッシュが溜まる床の高さを揃えただけで、一応はみ出し防止策としてこのトライデントキラーの下に上昇水流1個入れてます。ここを水流中からの水流でこっち来て、上昇水流の上でここでキルされる。でここにスペースがあるからなるべくはみ出さないみたいな感じ。これで1体でいってみましょう。レッツゴー。ゴーレム1体で200台、もうそろそろ止まると思うんですけど、195で止まりましたね。ゴーレム1体で195。これ多分レベル30いくぐらいだと思う。31。これで終わりかな。そうだね、31。まあ、こんな感じになります。なので1体でゴーレム1体でレベル30到達できる。これがゴーレム石食い XP ファームなんですけどこれ間違って2体とか入れちゃうとさっきみたいになるのと、はみ出す可能性は低いんですけど、あくまでこの環境なのでハードの性能とか、まあ、いろんな状況、周りの実際サバイバルで作った周りの状況とかも処理負荷になるだろうし、そういうのも含めてちょっとね限界が読めないのでおすすめしません。あくまで
おすすめはこっちね。200体、だいたい200体で絶対止まるっていうシルバーフィッシュを落とすバージョン。これだと安全にレベル30到達できます。で、こっちはトライデントキラーの処理を上げると中に溜まる数が少なくなって湧く数が減ってみたいなトレードオフです。いい感じのバランスを探ってアレンジしてみたいという方はこっちでもいいけど、間違って2体やるとマジで大変なことになるのでやってみましょうか。ちなみに2体だと確かねレベルはね40いくつまで一発で上がったはず。もう処理やばいですね。さっきみたいなことになってます。こんな感じね。一応上昇水流があるのではみ出しはしないはず。カウントは501で止まってますけど、これが正しいかどうかはもう計測不能。まあ、1体生き残ってますけど、レベル53。ゴーレム2体でレベル53まで行きました。まあ、一応ゴーレムトラップ作っときましょうか。一応これね、こういう感じのやつで、完成。ゴーレムトラップ、石食い XP ファーム。ぜひ推奨バージョンの方をね、作ってください。非推奨バージョンはゲームが壊れる可能性があるので注意してください。自己責任でお願いします。チャンネル登録はご自由に。では、バイバイ。